野菜の高騰が続いてますけども、家計を少しでも楽にするには皆さん冷凍野菜とか乾燥野菜を使ってみるってどうでしょうか。節約にもなる活用術をプロに教わります。知ってますか？高くなったので、ちょっとお安く売ってるスーパーとか行って買ってますね。いや、高いことは高いですよね。だから前よりは食べないようにしてます。キャベツとか白菜が高くなっちゃってるなって思うので、買う種類は前に比べて少なくなりました。野菜の高騰が続く中、バランスの悪い食卓になりがちなご家庭も多いのでは。そこで冷凍野菜を使うと野菜を無駄なく食べられるってことが一番の魅力だと思います。野菜ソムリエ上級プロの高橋美智子さんに節約にもつながる野菜の活用術を教わります。冷凍野菜を使った簡単レシピも登場。解凍しなくていいんですか？解凍しないんです。さらに生野菜約 4.5kg 分ですって。とってもお得な大容量の乾燥野菜が今人気。簡単便利で節約にもなる冷凍野菜乾燥野菜の驚き活用術をご紹介します。まずは最近種類も豊富な冷凍野菜から。お邪魔したのはイオン札幌元町店。およそ110種類もの冷凍野菜が揃っています。冷凍野菜の種類って本当種類多いですよね。そうなんです。コロナの時からずっといろんな種類が増えてきて、何よりも、旬の時期に急速冷凍されているので価格が安定しているってことが一つの要因だと思います。実は今冷凍野菜の売り上げが年々伸びていて、8年前と比べるとおよそ 1.7 倍に増えているんです。今もうめちゃくちゃブロッコリーが高いので、なので今おすすめとしては大容量で入っているこの 500g のブロッコリーがとてもおすすめです。500g も入ってるんですね。お弁当にも使えますし、あとはもうちょっとスープに入れるとか使いたいだけ使えるのでとっても便利です。 500g で400円いかないんだもんね。そうなんです。さらに根菜ミックス初めて見ました。これはですね、7種類の根菜がですね、まんべんなく入っているんですね。土を落としたりアク抜きなどの下処理も冷凍野菜は必要なし。手軽に使えるのが嬉しいですよね。しかもメリットは他にもあるんです。これ全部買ったらものすごく高くつきますから、とても便利だと思いますし、やっぱり無駄にならないっていうことが一番の。さらにカットされているので包丁を使う必要もないんですよ。それでは冷凍ブロッコリーの簡単レシピを教わります。何を教えていただけますか？今日は和風のツナサラダを作ります。ブロッコリーを使ったツナサラダ。そうです。気になります。冷凍ブロッコリーは使いたい分だけ取り出せるのも嬉しいポイントです。言われてみればいいポイントいっぱいありますね。冷凍ブロッコリーをレンジで600ワット1分半レンジで加熱します。どうして電子レンジ使うんですか？茹でると水溶性のビタミンが取れてしまうので、これでやることで栄養が逃しません。自然解凍だとやっぱりダメなんですか？自然解凍だとドリップ出てしまうのでべちゃっとなってしまうので、もうすぐに解凍するのがいいかなと思います。じゃあこんな感じで、色も綺麗にとても仕上がりましたね。ブロッコリーを解凍したら軽く水分を拭き取り、粗熱を取ってからツナ、調味料と和えるだけなんです。手軽ですね。そうなんです。もうこれだけなんですよね。とても簡単ですよね。もう3分ぐらいでできちゃうのであっという間です。最後に白ごまを振ってブロッコリーの和風ツナサラダ完成です。ほらもう食感がある。これ本当に冷凍のブロッコリー
菜使ったんですか？シャキシャキでしたね。電子レンジでこうチンして解凍することでやっぱり食感が残るんですね。ブロッコリーの味わいが濃いような気がします。鮮度のいいものをね、瞬間冷凍されてるから本当に美味しくいただけるんじゃないかなと思います。歯ごたえもしっかりあるんですね。そうなんです。で続いても包丁いらずの超簡単レシピ。切れてるからね。そうなんです。和風野菜ミックスを使います。何を作るんですか？炊き込みご飯です。炊き込みご飯をもう冷凍のまま入れるだけです。これだけです。炊飯器に入れちゃう。そう、解凍する必要なし、皮を剥く手間も省けて、で生ゴミも出ないので、とっても簡単なんです。そうかそうか。炊飯器に2合のお米と水を入れたら、醤油、みりんなどの調味料を入れてください。皮むいたりもしなくていいしね。でこれを入れてから、和風ミックスを入れます。これ今冷凍されたままですけど、このままいくんですか？このままです。このまま入れます。解凍しなくていいんですか？解凍しないんです。はい、入れます。でこれで炊きます。もうこれだけ。はい、スイッチオンです。包丁も何も使ってないですよ。もう帰宅して入れてすぐポンです。もう忙しい時にはぴったりですね。本当にもうすぐできるので皆さんやっていただきたいと思います。早く知りたかったこういうの。50分後。では炊き込みご飯炊けましたね。何喋ってたの？どうなってますかね。オープンしますよ。オープン。でごぼうとかのいい香りしますね。もうこの里芋もホクホク。こんなにいっぱい野菜がどうも入れるの大変ですからね。大変ですよ。そうです。種類も多いですからね。里芋もすごいふわふわ感があります。割とでも中がねっとり感もあって里芋らしい感じは出てると思うんですよね。いろんなお野菜が入ってるのに一度に炊飯器で炊いてこのそれぞれの食感がちゃんと残ってるってすごいですね。野菜のいいとこ取りでレンコンはシャキシャキだし、あとは椎茸なんかもすごく出汁が出てて、動物性のお肉とか入れなくてもしっかりとご飯に味が染み込んでて美味しいかなと思います。続いては自宅で簡単野菜の冷凍術を教わります。水分が多く傷みやすいきゅうりも食感を残したまま冷凍保存する方法があるんです。冷凍できんの？きゅうり冷凍したことない。ないです。水分が多いので、できれば塩もみしてから冷凍することでパリパリ感が味わえるので、ぜひ試してほしいなと思います。そうなんです。まずはきゅうり薄く輪切りにしてください。マスのものとかポテトサラダとかにもすぐに使えるので便利です。スライスしたきゅうりは軽く塩もみするのがポイント。こうすることで冷凍してもパリッとした食感が残るそうですよ。水分抜くからね。そうなんです。はで5分ほど置いて水分が出たら水気を絞ってラップに包んでいきます。でこのいつも使う分量に小分けしておくと実際使うとき楽なので、はい、おすすめですよ。ラップでいいんだ。でこの後ラップに包んだきゅうりはジッパー付きの、はい、保存袋に入れます。そしてここからが驚きのテクニックです。テクニック。はい、なんとストローを使って袋の中の空気を抜くんです。なんか布団圧縮袋みたいな。そうだよね。もう一度いきますよ。もう一度。これリプレイする必要ありますこれ。大事な工程ですかそうなんです。空気を抜くのが大事なんですよ。あっという間に空気が抜けましたね。空気入ることで霜付きの原因になるので、なるべく空気を入れないってことがポイントです。大事な作業。冷凍きゅうりは使うとき自然解凍で大丈夫です。で今日は酢の物にしてスタジオにご用意しました。よかったら召し上がってください。これはもう特にもうね、やっぱり野菜農業といったら、ありがとうございます。アグリマンひろゆきさん。ありがとうございます。そうです。でもさ、やっぱり冷凍するときゅうりはなんか美味しくないんじゃないのって思っちゃいますけど。早く食べていただいてよろしいですか。そうですか。いただきますよ。そんな感じはしますよ確かにね。いただきます。いただきます。美味しいわ。いいわ。食感がすごいわ。なんかスカスカになるんじゃないかなっていう心配が最初あったんですけど、もうそんなことないですよね。これ冷凍したやつですか？もちろんそうです。冷凍したやつです。冷凍したかどうかなんてわかんないですよね。わかんないですよ。ちゃんと酢の物の味も入ってて美味しいです。続いては冷凍野菜だけじゃないです。こちらです。何？
切り干し大根などに代表される長期保存が可能な乾燥野菜。この困った時はこれいいですよね。こちらの活用術をご紹介します。乾燥野菜は買われたことありますか？乾燥野菜そうは野菜ないな。は切り干し椎茸ぐらいとか、干し椎茸とか切り干し大根とかぐらい。ぐらいかな。あんまり乾燥野菜を売ってるところを見たことがない。確かに。あと何があったっけって感じになりますよね。で、実は今乾燥野菜こんな場所でも売っているんです。はいはい無印良品で？ありましたありました。これだ。乾燥野菜。無印良品さんでも乾燥野菜があるなんて私知らなかったです。なんかちょっと意外ですよね。ここにもあったんだっていう感じですよね。長期保存可能で防災備蓄品としても人気の乾燥野菜。例えばミネストローネやお味噌汁などスープに入れるだけで手軽に野菜の栄養を摂ることができるのが魅力。キャベツとかパプリカも乾燥野菜としてあるんですよね。さらに無印良品ではフリーズドライ商品も充実しています。そうだ、いっぱいあるよね。フリーズドライはね。人気のミネストローネは5種類の野菜が入っていて、お湯を注ぐだけで手軽に食べることができますよね。フリーズドライは水分だけを飛ばして栄養素をギュッと濃縮しているので本当に美味しく食べられるのがフリーズドライだと思います。さらに大容量の乾燥野菜が売っているという情報を聞きつけコストコへお邪魔してきました。およそ3500種類もの商品が並ぶという広い倉庫店内にこちらになります。これですか？ちょっと持ってもいいです？おー、なんかいろいろ入っていますよね。玉ねぎ、チンゲン菜、人参、キャベツ、ネギ。結構たくさん入ってて、しかも生野菜約4.5 キロ分ですって。それがこの一袋に？コンパクトなのにですか？そうです。これでおいくらでしたっけ？お値段こちら899円になります。安野菜いです4.5キロよ。分はこの値段おじゃ買客えない。さんの反応ってどうです？いや今お野菜も高いので皆様はやっぱりお買い物になる方が多いですね。今お求めした方がいいような商品ですよね。まさに今こちら買っていただければなと思っている商品であります。乾燥野菜はギュッと濃縮されているので栄養がまず取りやすい。それから食物繊維がすごく豊富なので、ラーメンの上にポッと乗せてあげたりとかそういったアレンジもできて少量ですごく膨れるのですごくお得感があると思います。使い方はとっても簡単で水か熱湯で戻すだけです。戻す前と戻した後を比較するとかなり量が増えたのが分かりますよね。こちらの商品は野菜が大きめにカットされているので食感もよく食べ応えもあるのが特徴です。お味噌汁に入れればあっという間に簡単具だくさん味噌汁の完成。さっきも言いましたけどこんだけ種類揃えるの大変ですよ。ですよね。でさらにこんな使い方もできるんですよ。乾燥野菜を使ってお好み焼き作っていきます。お好み焼き。使い方もあるんです。はい、生地は薄力粉や卵など普通のお好み焼き通りで大丈夫です。でここにこの戻した乾燥野菜を入れます。もうキャベツだけじゃなくていろんなの入れちゃっていいんだ。もうそれが入ってる。本当材料はこれだけで混ぜるだけでできるそうですよ。切らない。混ぜる。野菜は切らない。野菜をわざわざ切る必要がないの嬉しいですね。細かくなってでもいろいろなお野菜が入ってるからいいな。あとはお好みで豚肉などと一緒にフライパンで焼くだけ。特別な手順は必要なく野菜たっぷりのお好み焼きに。
森崎さんどうですか？簡単ですよいやね。これは楽ですね。野菜って本当にもう喋んない方がいいですか？喋ってください。野菜はね9割以上が水分ですから、その水分を抜くことでギュッと軽くなりますもんね。でしかも5種類のこれ野菜入っていますからすごい栄養もしっかり取れますよね。栄養バッチリですね。混ぜて焼くだけで少ない手間でお好み焼きの完成です。ぜひ高橋さん食べてください。まーちゃんに作っていただきましたので、美味しくいただきます。いかがでしょキャベツが割と大きいんで、シャキシャキしてます。本当にお好み焼き、普通にお好み焼き。もう今キャベツめっちゃ高いので、もうこの乾燥野菜使って作られるのもいいかなと思います。冷凍野菜も乾燥野菜も使いたい分だけ使えるのがいいなって思いますし、無駄なく使えて節約にもなりました。いかがでしたでしょうか？これはもう野菜に一家言ある森崎さん、改めてどうですかこれ？いやそうですね。野菜って9割が水分なもんですから。そうなんですか？さっきも言いましたか。同じこと言ってますか。いや本当に手軽に取れるし種類も取れるし、言うことなしいいことずくめですね。どうしてもだから冷凍野菜とか乾燥野菜って最後の困った手段みたいなところもありますけど、積極的に今使っていったらいいですね。なので野菜高騰で栄養バランス困ってるなっていう方には上手に活用していただきたいですね。